警備会社勤務して6ヶ月ぐらい経った当時、はい。同僚から、警備会社の同僚からを見て、あなたが前やってた仕事を今募集してるよっていうわけですよ。何あなたミードやってた仕事って、刑務官よって言われたんです。で、気づかれた方いると思うんですけど、これニュージーランドのコレクションズデパートメントのユニフォームです。コレクションズデパートメントといったら、日本でいう矯正局ですね。刑務所とか、日本だったら拘置所、少年鑑別所、でこういったところで勤務する職員のことを矯正職員というんですけども、大きくまとめて、法務教官っていう職種になります。で、僕が仕事してたのは刑務所、拘置所、ここで働く刑務官という仕事をしてました。でこれをそうですね。でこれを、15年間日本でやってました。でそれからニュージーランド来て、でニュージーランド来る前も当然一旦退職しないといけないですから、日本の公務員で一旦退職して、でニュージーランド移住したわけですけども、でニュージーランドの公務員というのは年齢制限がないんですよ。年齢制限がありません。60歳でも公務員の職に就くことはできます。でそれはもちろんそのテスト、公務員の日本と全く同じような形式の公務員テストっていうのはあります。採用試験もあります。それパスさえすれば年齢は問わず入れます。ただ僕の職場っていうのはもう僕もその時も40過ぎてたんで、やっぱりその刑務所、ニュージーランドはもう拘置所というのはないので、刑務所1本です。刑務所1本してたので、刑務所でやっぱり勤務するといったらやっぱりその実力行使、いわゆる収容者が暴れたり、殴り合ってきたらそれを制止しないといけない。やっぱりそのなんていうんですかね、自分のそのフィジカルを持ってその抑制するというですね、その暴力的には暴力で抑制しないといけない、それが基本なんで、だから年取ったら難しいんですよね、この仕事は。ある程度その、若いというか、ある程度そのヘルシーで、それからその自信がないと、自信がない、力もそうですから、肉体的にそうですね、肉体的なものがやっぱどうしても必要になってくる。でそれで僕は前回話したように40歳までという言葉を口走ったわけです。でそれやっぱりというか肉体ですね。やっぱりその現場で働くということはやっぱり危険なことがいっぱいあるんですよね。日本でもそうです。やっぱ刑務所で働くといったら普通の人は来ませんから、100% 犯罪者が僕らのお客さんなんで、普通じゃない。でそれでたまたまその、話余談になったんですけど、その警備会社6ヶ月過ぎた頃に同僚から「刑務官の試験がある」と、地元で「そこ受けたら?」って言われて、で受けたんですよ。でそれ結構そのパスする、採用されるまで日本と違ってプロセスがものすごくあるんです。普通の公務員試験プラスそのドラッグテスト、その薬物を使ってないか、あるいは今度は犯罪履歴証明書って日本からも持ってこないといけない、ニュージーランドからもそれを交付してもらわないといけない、その警察庁から。だからいろんなですね、そのあと病気でも重度の病気を持ってたらなれないですよね。例えばあと視力が落ちるとか、やっぱりそういう部分ではやっぱりできるだけ年がちょっとでも若い方がいいんですよね。でちょっと焦りもあって、ではもう受けようと、落ちてもしょうがないやと、勉強ちょっと力試しに受けてみようと。で受けたらたまたま受かって採用まで至ったんですけども、それがやっぱり7ヶ月ぐらいかかったですね。最初試験を受けていろんなプロセスを超えて採用まで行き着くのに7ヶ月。
でこれは決して遅くはないんですよ。これ普通なんですよ。遅い人は1年とか待つことがあります。ただ1年過ぎるとこのリストから外されちゃうんですよね。採用リストから候補者リストから。そしたらまた受けないといけないと、翌年。でただこれ気をつけないといけないのは、公安職と言われるいわゆる刑務官であるとか警察官であるとか入国警備官であるとか、あるいはその消防士であるとか、でこの人たちっていうのはサイコメトリックテストっていうのがあるんですよ。性テストっていうのがあるんです。精神なんていうんですかね、精神疾患を持ってないかっていうそのテストがサイコメトリックテストというんですけど、でそれクリアしないといけないんですけど、でその試験の内容というのも何が正しいのか何が正しくないのかというのは分からない。例えばあなたはスカイダイビング好きですか？イエス・ノーのイエスにやっちゃったら今度は次でそれやっぱり合計500問600問のクエスチョンが出るわけです。全部三者択一とか時々四者択一とか Yes, No, I don't know であるいはI can't say that なんか4つぐらい項目大きいのあるはずがあります。Yes, No 基本的には Yes, No 問題なんですけど、でそれでそうこうして100問ぐらい過ぎたら今度は同じようなクエスチョンであなたスキューバダイビング好きですかっていうわけです。それをイエスにしていいのかノーにしていいのかもう分からないですけど、僕はもうとりあえずイエスにしました。僕はそういう危なっかしいっていうのは好きなんでイエスにした。でそれもその同僚によってはイエスとノーに分けたらダメっていうわけですよ。イエスだったらイエス、ノーだったらノー。でもそれ考えちゃうとダメなんですよ。そのサイコメトリックは考えないでストレートに出していく。そうなんです。でそれもし引っかかったら1年間その同じセクターの公務員のテストというのを受けられないです。警察も刑務所受けられないです。であれ気をつけないといけないですね。日本人がもしなる場合でそれから刑務官という仕事を今もやってます。でそれが僕がこのニュージーランドの刑務官になったのが2015年2月だったですね。今年でちょうど6年と2ヶ月、6年3ヶ月経つか経たないか、そのぐらいです。で当初は僕は刑務官というポジションで仕事してました。4年間刑務官でちょうど2年前から2年前の5月1日からホーム教官というニュージーランドのコレクションズインストラクターというんですけど、日本でいうホーム教官というポジションに移ります。それは何かといったら、例えば刑務所の中に工場があってそこでその職業訓練をするんですよね。収容者のその工場で僕はもうそのインストラクターでもキッチンの方の料理を作るインストラクターあんまり経験ないんですよ。料理の経験ほとんどあれは1年だけですから仕事したのでもその調理師の一応資格を持ってるからハイヤーしてた。もう一つの枠しかなかったんで、それをマナワトエリアで一つでそこにダーッともうすごい数の人が応募してくるから、刑務官以外でも外の人とか普通の一般のレストランのシェフとかが応募するわけですよ、その教官には。で僕はたまたまそこの刑務所の刑務官だったんで、経験があるということで採用してもらったと思うんですよ。刑務官経験、日本とニュージーランドと両方で経験それ足したら長いですからね、20年近くなる。だからその経験を買ってもらってじゃあ締めてくれっていうことで、水上の中で教官として実際も刑務官の業務をガンガンやっておなり倒してやってますけど、今はちょうど今2年ですね。ホーム教官というポジションに立って、今そこでキッチンの中で収容者、常時大体15人ぐらいの収容者を面倒見てで教える。で例えば
そのシェフのライセンスというのもテキストブックを上げて、それを埋めさせて、それを僕がチェックすると。で、コメント変えて、こうした方がいい、またフィードバックするんですよね。そういう仕事を僕はしてます、今は。で、その社会に出られた時にちゃんと仕事に就けるように、今、ヒデさんが見て、面倒を見てあげる。そうですね。最低限度のサティフィケートを取れるように。例えばキッチンで働くといったら、ど素人はちょっと仕事取れないですよね。少なくともヘルス&セーフティーというレギュレーションがあって、その中で167、168っていう、そのカテゴリーを取って、そのサティフィケートがないと今ニュージーランドで仕事に就けないっていうんですね、キッチン。そういうのがあるんで、最低限度のそういう資格が取れるように収容者に教えてるっていう、そういうポジション。もちろんそれ収容者がそんなにいらないと言ったらいいんですよ、いらない。それでこれ僕も取りたいって言ったら、それはもう全面的にバックアップしてやると。取るように話は持ちかけるんですよね、収容者。そういう仕事を今やってる。一つ聞きたいのが、今ヒデさんのお立場はニュージーランド人の方を教えているっていうことだと思うんですけれども、そうですね、英語のネイティブスピーカーではないゆえのなんか難しさとかってありますか？結構ありますね。僕が働いてるところは刑務所っていう環境なので、普通の一般の社会とは違うんですよね。で、日本でもそうなんですけど、やっぱりその刑務所独特の言葉っていうスラングというのがあるんですよね、スラングワードと。だからその言葉を覚えるのに宿泊しましたね。難しい。今はもうほとんどわかるから、今何と言った、変なスラング使ったらもう怒り飛ばすんですけど、最初、いろんな言葉がありますよね。何それって聞いたことないっていう言葉が。刑務所独特の用語があるんです。で、ニュージーランド人のネイティブでも刑務所行ったことない人はわからないという言葉も結構あるんです。で、そういう言葉は収容者、元収容者、あるいは職員じゃないと知り得ない、そういう言葉もあるんですよね。だからそれ最初理解するまでに時間かかりましたね。で、逆にネイティブスピーカーではないゆえにできるヒデさんらしい日本人教官としてのなんか誇れるところというかいいところとかってご自分でありますか？日本人の刑務官しかいないんですよ。でもただトンガンとかサモアとかクックアイランダーとかフィジー、こういうところから来た人はいます。ニュージーランドの刑務官、あるいはインストラクターになってる人は。でもその国々では英語というのは普通に話す言語です。日本とは全然違う。英語も話す、そのネイティブの言葉も話す。バイリンガルですよね、彼らは。そういう人は結構多いですよ、ニュージーランド。警察とか結構多いですね。ただセカンドラング、もうコテコテのセカンドラングジというのは、僕が知ってる限り僕ぐらいですかね。素晴らしい。ヒデさん、僕しかいないですね。日本代表ということですごいされている。ある人がいないでしょうね。まずニュージーランドの刑務所というのはマオリとかパシフィックアイランダーの人がもうほとんどです。例えばもうニュージーランド全体の平均の収容率で言えば、だから 85% 以上はもうマオリ、あるいはアイランダー、ほとんどマオリと思ってもらったら過言ではないんですけど、マオリの文化と日本文化というのは結構クロス似てる部分が結構あるんですよ。これ言葉もそうですけど、例えばマオリの言葉で入り前という言葉があって、入り前というのはどうぞお入りくださいと、家に入りください、招く言葉なんですよね。で、日本の場合も今は言わないですけど、昔は入りたまえっていう、なんかこう昔のドラマとか見た入りたまえっていう昔の言葉だから、そう考えたら結構似てるんですよ、日本とあれはマオリ語っていうのは。それとかウニのことをキナって言いますよね、マオリで。キナ
で、キナというのは日本語では黄色い色って言いますよね。黄色い。ウニの黄色い部分をキナと言うんですよね。ニュージーランド、マオリの言葉。そういう言葉っていう、そのルーツのことを言ったら分かんないですけど、なんかコモンの部分があったんでしょうね、昔。似てる言葉がその他に結構あるんですよ。あと、その靴を脱ぐ習慣。家に入る前に靴を脱いで家に入るっていう、これもマオリ独特の文化なんです。これ日本も同じ。あと、目上の人、年が1つ2つ上だったら丁寧語を使いなさい。そういう教育されてきました。で、年寄りに対しては年配には敬意を表せる。あれもマオリも一緒で、犯罪者は別として、でもそのモダンマオリであれ、その昔のオリジナルのマオリであれ、文化っていうのはやっぱり日本と同じ、本当に似た文化なんです。だから白人が収容者を罵倒するのと、僕がマオリ人の収容者、わかります？僕が収容者に罵倒するのは違うんですよ。だから違うんです。で、僕が罵倒しても問題にならないです。これはもう正直言います。これ変な話ですけど、罵倒って言ったらなんか変な言い方ですけど、きつい言葉、あるいはちょっとこう、なんていうんですかね、ちょっと叱る、トーンを上げて叱る言葉、同じ言葉を使っても全くあれらの反応が違うわけですよ。違うんですね。違うんです。白人から言われたらもう完全にもう殴りかかってきます。ほぼ殴りかかってきます。あるいは問題します。上岸されたり、いろんなトラブルが待ってます、その後。で、僕はそれ知らないから、僕はそういうの分からないから、日本と同じような扱いで、同じようなやり方で、こっちの刑務所でもやってるんですよ。で、それで問題になったことないんです。で、ある日、やっぱり同僚に言われたんです。なんで同じ言葉使って、ヒデだけは何も問題にならないのとなるわけです。僕もわからないですね。だからそう言われてみれば比較するものがないんですけど、同じアジア人がいないから。だからそのことかな。白人とその一日本人がこう同じ処遇をしても収容者の取り方が違う。なるほど。だからそれは僕からするとありがたいことですよ。で、今日本人という、僕のその仕事のセクターなんですけども、日本人が一人もいないので、これを見てるその視聴者で、僕と同じような仕事をしているとか、あとしていたよっていう、そういう方がおられたらですね、もうできれば若い人がいいんですけど、そういう方はどんどんチャレンジされたらいいと思いますよ。ただ永住権がないとこの仕事、公務員制度、公務員というのはなれません。ニュージーランドの場合は、永住権があればほとんどの公務員になれます。ただし軍人は別ですね。軍人はもう完全に国民でなければ軍人にはなれない。それは他の国でも一緒と思うんですけどね。だからそれを永住権というやっぱり壁がどうしても潜んでますね。僕は日本にいる時に永住権申請して取って仕事を辞めてきたのでちょっと違うんですよね。公務員に関してはですよ。一般企業はそれは関係ないと思います。ワークビザさえバックアップしてあれば仕事できる。IT なんかそうじゃないですかね。決して永住権というのはこだわってないはずですよ。IT 企業あるいはその他の企業、エンジニアリング、それはもう完全にその会社側がワークビザのバックアップ、なんていうんですかね、バックアップしてやる。それで2年3年というのが確か取れるはずなんですよね。ただ公務員に関してはワークビザでは仕事は取れないよっていう、アプライもできないということです。永住権取ってからのまずその永住権を取るということが最初の第一段階になると。それから今度は言葉、それからまたなんていうんですかね、その能力、そのテストをパスしていかないといけないという、
それは英語だけじゃなくて一般教養であるとか、日本と全く同じ教養試験があるので、で英語だけできればいいわっていうもんでもないし、一口ではちょっと難しいですね。あんまりそういう部分に関して教材も何も情報がなかったと思うんです。なかったと思うんですよ。海外のその公務員制度に関しては。僕も最初分かりませんでした。僕それなったから分かるわけであって、それまで何の情報もないし、どうやって勉強するのっていうのも分かりませんでした。もう見よう見まねでやるしかないですね。まずは言葉ですね。ビザ、永住ビザですね。永住ビザ、あとの言葉。で、それからの挑戦をちょっとずつなんかお役に立ったらいいと思います。とにかくガッツですね、ガッツ。